今回は前回の動画で話した通りパチリス EX& ピカチュウ EX のデッキの回し方のコツについて話していくんだけど、その前にこのデッキに入っているもう1体のポケモンサンダー EX の評価もしておくわね。仲間外れは寂しいのだ。さっさと回し方について知りたい方はタイムスタンプがあるから該当箇所まで飛ばしてね。それではサンダー EX の評価について、まずは耐久力ね。種ポケモンで HP は130、逃げるコストは1ね。耐久力はそれなりに高いわね。評価は A ランクよ。次に攻撃力。サンダー EX は技を2つ持っているわ。ハリケーンサンダーの方はコイントスが絡むんだけど、こういう場合のエネルギー効率は平均値で評価するわ。3エネルギーで100ダメージとギリギリ S ランクと言えなくもないけど、まあ今回は A プラスとしておくわね。速攻性は B ランク。最大打点は一応最大に100ダメージ出るんだけど、さすがに確率が低すぎるわね。150ダメージとして S ランクとするわ。攻撃力の総合評価は A ランクね。最後は安定性について、種ポケモンなのでその点は S ランク。技の内容についてはやはりハリケーンサンダーのダメージがコイントスに影響されるのが痛いわね。B ランクとしておくわ。安定性の総合評価は A ランクよ。ピカチュウ EX やパチリス EX と一緒のデッキで使う場合、サンダー EX はいろいろと補完が取れているのが評価点よ。まずは弱点ね。サンダー EX は塔ではなく雷が弱点だから、塔デッキに対して多少の耐性がつくわ。最大打点が高いのも良いわね。あと一撃ではどうしても倒せないという時にサンダー EX ならワンチャンスを狙っていけるわ。単体でも弱くはないし、サブアタッカーとしては満点のポケモンね。さてそれではパチリス EX& ピカチュウ EX のデッキの回し方のコツについて話していくわ。待ってましたなのだ。このデッキの強みは2ターン目から80ないし90ダメージを叩き込めるという速攻性の高さになるわ。そのためにはバトル上にいるパチリス EX かピカチュウ EX にエネルギーを連続でつける必要があるわね。どちらかしか引いていないなら悩む必要はないけど、問題は両方引いている時ね。例えばこんな初手、どっちを先に出す方が良いのかずんだもんにはわかるかしら。デッキ内の道具が4枚で残っている種ポケモンは6枚換算でどっちが良いのだ。ふふふ、そうなるわよね。計算してみましょうか。まずこちらが道具を引く確率。2ターン目に 50% 弱、3ターン目に 65% 弱とまあまあの確率ね。次にこちらが種ポケモンを2枚引く確率。2ターン目に 15% 弱、3ターン目に 35% 弱とかなり低くなってしまうわ。博士の研究があればかなり確率は上がるんだけど、そうではない場合はパチリス EX の方が安定しそうと言えるわね。では次、こんな初手、せっかくだからクイズ形式にしましょうか。どれから出すのが良さそうかしら。3、2、1。この場合はピカチュウ EX から出すのが良いわね。60ダメージは保証されているし、デッキ内に残っている種ポケモンの枚数も5枚換算と道具の4枚よりも多いわ。ちなみに初手にスピーダーかリーフがある場合はサンダー EX から出すのが良い場合が多いわね。相手の最初の攻撃を耐えてもらって後からベンチで育てたピカチュウ EX ないしパチリス EX を出すという算段ね。ということで軽くだけどデッキの回し方のコツについて解説させてもらったわ。デッキの中にどのカードが残っているかを把握して期待値の高いポケモンに優先的にエネルギーをつけるのと、逃げるコストを軽減できるカードを持っている場合は期待値の高いポケモンをベンチで育ててから出すというのを意識してもらえればと思うわ。エンブレムイベントも始まっているし、皆さんの参考になったなら幸いよ。みんなで対戦頑張るのだ。それでは今日はこの辺りで。ご視聴ありがとうございました。なのだ。今後もポケポケに関する動画をアップしていく予定ですので、よろしければチャンネル登録、高評価もお願いいたします。